Hello, everyone. Please don't forget to like and subscribe. 皆さん、こんにちは。今日は受け身系の作り方をお勉強します。パート1です。直接的な受け身をお勉強しますよ。まず、こちらを見てください。クマが魚を食べてますね。このクマを主語にして表現すると、クマは魚を食べました。クマは魚を食べました。それでは今度はこの魚を主語にした場合どうなりますか？魚の側から見た場合どうなりますか？魚はクマに食べられました。魚はクマに食べられました。今日は人、生き物は人、生き物をにます系からこの目的語と主語が逆転しますね。そうしたときにどのようになるか見てみましょう。目的語であったものが主語になりますよ。そうしたときに人、生き物は主語であったものがこちらに来ますね。目的語にここですね。受け身形になるんですね。動詞は受け身形になります。主語と目的語が反対になって目的語が主語になりますよ。そうした場合、この人、生き物はこの目的語に受け身形、こちらが受け身形に変わるんです。それではもう一度見ますよ。このクマが主語の場合は、クマは魚を食べました。この文章を今度は魚さんの側から見ますよ。すると、魚はクマに食べられましたと受け身形になるんですね。それでは練習問題を始めましょう。田中さんがこのように森さんを叩きましたよ。まず田中さんが主語で表現します。田中さんは森さんを叩きました。田中さんは森さんを叩きました。では、今度は森さんの側から見ますよ。森さんが主語になる場合は、さあどうなりますか？表現してください。森さんは田中さんに叩かれました。森さんは田中さんに叩かれました。続いて、先生が山田さんと呼びましたね。まずこの表現です。先生は山田さんを呼びました。そうですね。先生は山田さんを呼びましたよ。それでは今度は山田さんの側から見てみましょう。どうなりますか？山田さんは先生に呼ばれました。山田さんは先生に呼ばれました。続いて、先生が田中さんをこのように褒めましたよ。先生は田中さんを褒めました。先生は田中さんを褒めました。今度は田中さんの側から見ますよ。田中さんを主語にして表現してください。田中さんは先生に褒められました。田中さんは先生に褒められました。続いて、友達が私にこのように映画を誘いましたよ。チケットを渡して映画に誘いましたよ。友達は私を映画に誘いました。それでは今度は私の側から表現しましょう。私を主語にして表現してください。私は友達に映画に誘われました。私は友達に映画に誘われました。続いて、このようにお母さんが怒ってますよ。
お母さんは子供を怒りました。お母さんは子供を怒りました。それでは今度はこの子供の側から見ていきましょう。子供を主語にして表現してください。子供はお母さんに怒られました。子供はお母さんに怒られました。続いて今度はこちら見てください。お母さんが子供に買い物を頼みました。お母さんは子供に買い物を頼みました。それでは今度は子供の側から見ていきますよ。子供を主語にして表現してください。子供はお母さんに買い物を頼まれました。子供はお母さんに買い物を頼まれました。続いて、このように佐藤さんが質問してますね。まず佐藤さんの側から見ますよ。佐藤さんは先生に質問をしました。佐藤さんは先生に質問をしました。それでは先生の側から見ていきましょう。それでは先生を主語にして表現してください。先生は佐藤さんに質問をされました。先生は佐藤さんに質問をされました。続いて、男性がこのように私に道を聞いていますね。男性は私に道を聞きました。それでは今度は私の側から見てみましょう。私を主語にして表現してください。私は男性に道を聞かれました。私は男性に道を聞かれました。続いてこのように男性が私を押しましたよ。このように男性が私を押しました。今度はもし私の側から見たらどうでしょう。私を主語にして表現してください。私は男性に押されました。私は男性に押されました。今日は目的語と主語を逆転して表現する直接的な受け身のお勉強をしました。皆さんしっかりと復習しておいてくださいね。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。ごきげんよう。